今日はブックカルテという本の選書サービス、オンラインでできる本の選書サービスっていうのを試してみたので、それのレビューをしてみたいなと思っています。実際ね、私がこういう本を読みたいですっていうちょっとこうリクエストをかけていて、でそれに対してどんな本が選ばれていて、で実際に私が読んでそのリクエストに対して、いただいた本のイメージがどのぐらい合致してたかとか、イメージと違ったんだけど新たな視点をもらったよみたいな、そういういい部分、良かった部分、ちょっとここは違ったかもなっていうような部分とかも合わせて、リビューできたらなと思いますので、ぜひご覧になってみてください。チャプターつけてますので、気になるところがあればそちらに飛んでください。それでは行ってみよう。はい、まずは、ブックカルテというサービス自体についてですね。ブックカルテはオンラインでいくつかね本屋さんがバーッと連なっていて、その中でこの書店のこの書店員さんにお願いしたいっていうような形で選書を依頼できるものになります。で、私が実際にブックカルテで、選んだ書店員さんっていうのはフラヌール書店の、店主の方に、選書をお願いしました。以前ね、たまたまお出かけした時にそちらの書店さんに寄らせていただいたことがあって、そこでね、その本屋さんに並んでる本のこの何て言うんですか、ラインナップがすごく素敵だなと思ったので、そこでの選書をお願いしたという形になっています。申し込みはですね、毎月の初めに、それぞれの書店員さんの、枠がオープンされて、その枠の中に、枠の上限の間に申し込みができれば、選書してもらえるという形になります。多分ね、結構人気なサービスなので、多分1週間ぐらいしちゃうと埋まっちゃうんじゃないかなと思いますね。私は4月の2日ぐらいに申し込みして、3週間ぐらいで届いたんじゃないかなと思います。で、申し込みをする際にカルテというものを記入します。そこには自分の年齢だったり性別だったり、それ以外にも日頃どんな暮らし方をしてるかみたいな感じですね。家族がいますよとか、学生で一人暮らしですよとか、そういう感じで、私だったら一人暮らしで、仕事を結構頑張ってるんですけど、この先ちょっとどんな風に暮らしていこうかみたいな、どんな生活を自分の理想にしていこうかみたいなのがまだ決まってなくて、今はいろんな人の暮らしの哲学みたいな本を読んだりしてますみたいな。で、今それにちょっと興味があって、自分なりに新しい視点を得たいなと思ってるみたいなことをリクエストに書きました。ちなみに送っていただく前にですね、どんな本が選ばれたかっていうリストが届きます。サイト上で見れるみたいな感じで、そこで見て、これは違いますよって思ったら、そこはなんていうんですか、 NG として返して、また別の本をリクエストしていただくっていうことも可能みたいです。で、私はもう一番最初に出てきたものがベストだなと思って、特に何もね、これやめてくださいも言わず、そのまま受け取ったような形になっています。はい、それではちょっと実際の本の中身を見ていきたいです。こんな感じこんな感じで、よいしょ、本がたくさん入っています。で、私今回そのフラヌール書店さんっていうこういうロゴマークのところにお願いしてるんですけど、ここのねブックカバーが全ての本にかけていただいてるっていう感じですね。ちょっと中見ていきたいと思います。はい、ではまずこちらのお手紙の方から見たいと思います。何がちょっと入ってるのか、請求書かな。書店さんの店舗の説明が入ってますね。こんな感じ。わあ、これちょっと嬉しいですね。このような感じでちょっと名前が入ってるのであれなんですが、それぞれの本をどういう理由で選んだかっていうのを書いていただいている形です。すごい、これはとても嬉しいな。それぞれのところを書いていただいて、ちゃんとリクエストしたものに対してどういう形でこの選書を行ったかっていうことと、その Q&A というか、なんかアンサーをいただいてるっていう感じですね。すごく嬉しい。はい、で実際選んでいただいた本を紹介したいと思います。このね、
ここに書いていただいている本の順番でご紹介しようかな。私は、この1万円の中で7冊選んでいただいたという形になっています。1冊目、火山のふもとでという文庫本になっています。作者が、松家正史さんっていうのかな。漢字が難しいですね。あらすじちょっと読みますね。僕が入所した村井設計事務所は毎年7月末になると北浅間の夏の家に仕事場を移動する。その夏は美しく居心地のいい建築を手掛ける先生のもと、国立現代図書館の設計コンペに向けての作業がピークを迎えようとしていた。静かな情熱を秘めた先生と共に働く喜び、ひそやかに進行していく恋、浅間山のふもとでのかけがえのない日々とそれぞれの命の瞬きを綴る鮮烈なデビュー作というところで、選んでいただいてます。でこちら選んでいただいた理由を、書いていただいてますが、それもちょっと読んでみますね。火山のふもとでは建築家を志す若者の物語です。彼が建築において魂の純度を求める姿と、作品を通して著者が書こうとする暮らしの美の両面でおすすめしたいと思い選びました。また、インターネットや携帯のない時代に流れる時間感覚、舞台となった北軽井沢の景色、建築やインテリアの衣装など生活の美を感じる作品ですというところですね。これ私自分の好きな本の一冊にインテリアの本を入れてるんですよね。で多分そこからインテリアとかそういうアイテムのこと好きなんじゃないかなとか想像していただいて書いていただいたのかなと思いました。あとこれ以外にもね、ジジイの片付けとか、あと一発の女とか、寂しい生活とかでその辺も最近読みましたっていうのであげてたので、多分それでねこういった背景も鑑みて選んでいただいてるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで一冊一冊このなぜ選んだかが書いてある。めっちゃ嬉しいですね。はい、じゃあそれから2冊目いきましょう。ここから先はちょっとね自分の大事ななんだろうなものにしていきたいので、自分の大事なものとして読みたいのでちょっと共有は控えさせていただいて、タイトルと本がどんなものかっていうのだけご紹介したいと思います。次がこれですね。自分以外全員他人、西村徹さんってお名前でお呼びしていいのかな。これ実は私古本屋さんでちょっと見かけたことありますね。ちょっとあらすじを読んでみましょうか。これですね。マッサージ店で勤務する柳田城ゆずるかな、44歳独身、傷つきやすく人付き合いが苦手な彼の心を迷惑な客や俗悪な同僚、老いた母や義父が削り取っていく。自分が暴発してしまう前に自死することだけが希望となった柳田をさらに世界の計らざる悪意が翻弄する。太宰治人間失格を読んで作家を目指した著者が送る令和の人間失格、第39回太宰治賞受賞作が待望の文庫化、巻末対談西村徹町田公ということでね、私舞城大太郎すごい好きなんですが、舞城大太郎が好きっていうと大体町田公が辞典に勧められるんですけど、その町田公さんと対談しているということで、そこに何か通ずるものがもしかしたらあるのかもしれません。この表紙のねドンっていう感じ、このでっかいインパクトのある装丁も好きですね。続いてがこちら、ダーティーワーク。ちょっとお名前の読み方が糸山明子さんでいいのかな。はい、ダーティーワーク糸山明子さんですね。ちょっとあらすじ見ますね。ギタリストの熊井望は自分を持て余しながら28年間生きてきた。音楽以外に興味なく唯一思いを寄せるのは昔の友人。自分の分身のようにかけがえのない存在だったが、今はもう会えない。彼女が取り返しのつかないことをしてしまったから。様々につながる人間関係から見えてくるささやかな希望、ローリングストーンズに乗せて送る不器用な若者たちのもどかしくも心に迫る物語ということで、嬉しいですね。結構ここまで小説が続いているような感じかなと思います。このね、ブックカルテの本のなんて言うんでしょう、いろんな書店さん、いろんな選書してくださる方のリストがあるんですけど、その書店員さんによってこういう本が得意ですよ、こういう本が得意ですよっていうねのがきちんと記載されてます。で、私が
今回お願いしたフラヌール書店さんは結構文系とかがね確か得意な方かなと思います。他にはねその実用書とか、あとは歴史ものが得意ですよとかね、そういう方もいろいろいらっしゃるので、ご自身のこの興味とか好みに合う方を選んでみるのがいいんじゃないかなと思います。はい、でここまで3冊ちょっとね文庫で小説っていう感じで来ました。わあ、これなんかちょっとガチャみたいで楽しいね。続いて、あの時の私、岡野民さんです。これは多分エッセイ集みたいな感じだと思いますね。27人の女性たちが教えてくれる、時代に左右されない生き方のヒントっていうコピーがついているので、いろんな女性のタレントさんだったり作家さんだったりかなが、ご自身のことを多分書かれているエッセイがこう集まっている、そういう作品なんじゃないかなと、見た目からは想像しています。表紙に書かれてるねこの方の中で私が知ってるお名前をパッと取り上げると、黒柳徹子さんとか、あと平野レミさんとかもいらっしゃいますね。田島陽子さんとか、向井千秋さんとかもいらっしゃいますね。これちょっと面白そうだな。私今自分のどういう風に暮らしたいか着地できてないのみたいな、どういう風に人生のこのリソースを振り分けていこうかなみたいな話をねリクエストの中でしてるんですけど、まさにそのいろんな人の生き方集みたいな感じで、そのねクエスチョンに対してこういうアンサーをくださったんじゃないかなと思っています。いいね、こういうの大好き。本当に氷室彩花さんの一発の女をめっちゃ面白く読んだんだけど、まさにそのエッセンスばっかりいっぱいここになんていうんですか、いろんな人のそういう暮らしの面白いこととか考え方がたくさん集まってる本なんじゃないかなと思います。これちょっとまたこれまでの小説の連続から比べてちょっと違う趣向の感じできましたね。はい、続いてが急に具合が悪くなるですね。書かれているのが哲学者の宮野真紀子さんと人類学者の磯野真帆さんですね。これどういう感じなんだろうな。小説とはまた違う、ちょっとどっちかというとエッセイとかインタビュー本みたいなのに近いのかもしれないですね。もしあなたが重病にかかり残りわずかの命と言われたら、どのように死と向き合い人生を歩みますか？もしあなたが死に向き合う人と出会ったら、あなたはその人と何を語り、どんな関係を築きますか？がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が死と生、別れと出会い、そして出会いを新たな始まりに変えることをめぐり、20年の学問キャリアと互いの人生をかけて交わした20通の往復書簡。なるほど。じゃあちょっと手紙でのやり取りをベースに生きることって何なんだろうみたいなのを哲学者と人類学者の方のこの視点から掘り下げていこうみたいな感じの本になるのかなと思います。こういうのなんて言うんだろうね。エッセイ本とも違うし、インタビュー本とも違うし、小説ではもちろんないし、こういうジャンルをちょっと私なんて言うのかいまいち分かってないんですけど、めっちゃ面白そうだな。私この人類学者とかの方の本とか好きなので、これはちょっとすごい嬉しい。あとその点も可愛い。めちゃめちゃ可愛い。後ろも可愛いですよ。いいですね。この多分蛍光インクが使われてるものを見ると私はとてもウキウキしちゃうんだよね。はい、続いてがお金進行さようなら、山崎 OK コンピューターさんが、書かれてるものです。これすごいそもそもビニールのカバーがついてます。なんでだろう。いいですね、これめちゃめちゃありがたい。じゃあちょっと後ろの部分を読みますね。経済総理大臣の経済総理大臣の叫び声に国会中が沸き上がった。幸福も平和も安全も何もかもお金に委ねられ、まるで祈りを捧げるようにお金を信仰する時代。数百年後に生きる未来人から見たら、この世界はきっととても奇妙な光景に映るだろう。時代からはみ出し現代に疑問を抱く我々は、来るかわからないマシな未来を待ち続けるか、社会をひっくり返そうと声を上げるのか。本書が提示するのはどちらでもない第三の道。古い価値観をかなぐり捨て、自分の軸を自分で作る。理想的な未来に先回りして未来人として今日を生きる全く新しい旅の始まり。生まれ育った時代を見つめ直し、主体的に未来を選び取るためのヒントがここにある。
いうことで、私このちょっと山崎 OK コンピューターさんを存じ上げないんですけれども、どういうこの切り口で書かれてるんでしょうね。でもなんかもしかしてサイン本なのかちょっとわかんないんですけど、複製サインなのか、でもマジックな気がするサイン本が入っていることがあるのかな。ちょっとなんだろう、これは結構新書とかのジャンルに近いのかな。どういう書店さんから出ているもんなんだ。アナ書、株式会社アナ書って読むのかな。山崎 OK コンピューターさんの説明が書いてありますね。1988年生まれの文筆家、個人投資家、各地を転々と移り住み、現在は神戸で出版社アナ書を経営。じゃあこの方が書かれてる方がご自身で出版業を営まれてもいるっていうことなんだ。地下のカルチャーや金融の世界など異なる領域を横断しながらオルタナティブな価値観を探求している著者にクソつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話があるということで、すごい。自分で出版社をやられつつ自分で本を書かれてる。で、この本が2026年2月10日に出てるんで、めちゃめちゃ最近出た本ですね。他にどんな本が出てるのかちょっと気になるよね。想定に結構さ、そのすごい雰囲気を感じるというか、ちょっとさ、このわかります？文字のフォントとかがさ、そのなんだろう、学生運動とかあった時の感じをちょっと想定させられる、その時代のさフォントっぽい感じっていうのがあるっていうかさ、なんかそういうのももしかしたらデザインとしてコントロールされてるかもしれないね。最後がこちら、生きるための表現手引きという本ですね。渡辺幸太郎さんというコンテクストデザイナーという、なんだ名称がついてますね。ここのコピーのところに、独立研究者山口天音さんって書かれてるんですけど、これ私が仕事の時にすごい参考にさせていただいてる、著者の方ですね。仕事の本を探す時にはこの人が書いてるものがないかなっていうのを一番最初に探すんですけど、その方が推薦者として本に入ってますね。そういうところからも引いてくれてるんだ。誰もが子供の頃はクレヨンの画家で粘土の彫刻家で前衛のダンサーだった。表現は本当は好きなことではなかったか。誰もが作ることで自分の生き方を取り戻すことができるっていう。なんか表現するっていうことって誰でもやっていいんじゃないみたいな、そういう話なのかな。全く分かんないです。でもこれは蛍光インクが使われてるから私は嬉しい気持ちになる表現は生き方であっていい。職業というアイデンティティだけで人生を満たさなくてもいいということを私たちは本当は知っているはずです。まさにその通りですね。私のこの YouTube なんかは全く仕事とは関係なく完全に趣味でやってるものなんだけれども、これは私はただ手帳が好きで手帳のことを超話したくて、でその手帳のカスタムとかいうなんかちょっと別に周りに友達がやってる人はそんなに多くないよねみたいなことを人とこう喋りたくて共有したくてやり始めてるものだから、まさになんかそういう感じかもしれないね。はい、というわけでちょっと全部どんなものを選んでもらったか並べたいと思いますね。こんな感じでちょっと単行本サイズのものが4冊と文庫本サイズのものが3冊っていう感じでセレクトいただきました。はい、でこれはね、私仕事行く時通勤の時間に読むものとして、この辺りはねちょっとゴールデンウィークで、がっつり全部一気に読むっていうことをやりたいなと思います。でそれぞれ読んだ後に簡単にこうレビューというか、実際私がリクエストしたことに対してどういう感じの得るものがあったかっていうのをねちゃんと言語化していけたらいいなと思いますので、楽しみにしていただけるといいなと思います。ちょっとねこの紹介の動画自体が長くなっちゃったから、そのレビューのやつはもしかしたらちょっと動画分けてるかもしれないです。はい、というわけで今回はブックカルテさんでお願いした選書サービスがどんな感じでこうやれたかっていうご紹介になりました。で本を読んだ後の感想っていうのはまたちょっと別途で
やりたいなと思いますので、それもチェックしていただけると嬉しいです。今回はね、フラヌール書店さんっていう、私がなんて言うんでしょう、どういう本を選ばれる書店さんかっていうのが結構自分の中でクリアだった状態でお願いしているんですけれども、もしね次お願いすることがあったらまた別の書店員さんにお願いしたりとか、あるいはこれが良ければまたフラヌールさんでちょっとリピとかしたいなと思っています。それではぜひね、ちょっと興味のある方はぜひこのブックカルテのオンライン選書サービスお試ししてみてください。それでは今回はこの辺りで失礼したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。